韓国はこれからどうなると思いますか？やばいと思うよ。ただ韓国と北朝鮮が合併したら結構それなりな規模の国になると僕は思ってるので、北朝鮮ってそれなりに資源があると言われてるんですよね。山って大体資源が埋まってるんですけど、で北朝鮮ってそういう資源の採掘はあまりやられてないので、外国の資本を入れてきちんと採掘をするとそれなりな回るんじゃないかって言われていて、核を持ってるので、核を持ってる国として韓国北朝鮮が合併した場合って東南アジアの中では中国の次なんですよ。なのでむしろ日本としては軍事的には韓国に絶対勝てなくなるんですよ。核持ってる国と戦争したら核持ってない側が絶対負けるんですよ。だって核撃たれたら国会だろうとさ、江戸城だろうとさ、一発で飛ぶわけじゃん。でも通常兵器でいくら撃ったってさ、どこか特定の場所を何万人もいっぺんに殺しますみたいなできないわけですよ、所詮通常兵器だと。でも核だと一発で東京がなくなるとかできるわけですよ。そうすると戦争になった時に絶対勝てないので、なので韓国と北朝鮮が合併するっていうルートはどうにかして避けた方がいいと思うのですよ、日本としては。ただね、今の日本の政府の人たちってそんなになんか長期的に物事を考えていないので、韓国が日本と敵対して韓国は北朝鮮と仲良くしてあっちでくっつくっていうのをわざと追いやってる気がするんだよね。だからなんかね長期的に考えられないところの人たちが政府をやってると大変ですよね。例えば日本とすごく仲いい国って逆に日本と敵対すると経済的とかいろんな理由で困るので日本と敵対しないっていうのをやるわけじゃないですか。例えばじゃあホワイト国云々とか、じゃあ半導体部品とか日本が出さないよってやっちゃったんだけど、あれって仲がいい国でこれを日本から買えるからじゃあ日本と仲良くしてよっていうカードになったのに、それをじゃあ日本から出しませんって言ったら、じゃあ日本から買わないで半導体も作れるようにするし、日本の部品を使わないで韓国の商品作れるようにしちゃうよってなって、日本がなくても困らない国になろうとしちゃうんですよ。でそれって日本との依存関係がなくなっちゃうので、依存させ続けた方が長期的には得なんですよ。だってさ、日本で部品を売ってる会社ってさ、別に何人が買ったっていいわけですよ。韓国のサムスンが買って、サムスンが携帯電話としてイタリアとかフランスでサムスンの携帯を売ったとしてさ、別にもうどうでもいいわけよ、誰が買っても。なので部品を買ってくれるのは何人でもいいし、いっぱい売れた方が日本は儲かるわけですよ。でもそれを韓国に出さないっていうのをやって日本は売り上げが減りました。サムスンはじゃあ中国から部品を買うようになりました。サムスンの携帯は世界中で今まで通り売られるようになりました。日本長期的に損しただけじゃんっていう話なんだけど、なんかねこれがね理解できない人がね結構多いみたいなんだよね。長期的にはさ、日本の商品は世界中で売れた方がいいでしょ。じゃあお客さんは増えた方がいいでしょ。じゃあ韓国ってお客さんを減らすのは長期的には損だよねっていうすごく簡単な話だと思うんだけど、なんかねそうもいかないみたいなんですよ、日本の政府って。不思議SNS で緊急事態条項で政府が戦争初代になるということはあり得ると思いますか？緊急事態条項が成立した今の平和な日本であり続けるでしょうか？何か勘違いされてると思うんですけど、戦争って別に緊急事態条項があろうがなかろうが政府は戦争し放題です。基本的にはその総理大臣が戦争するかどうか決めるというふうに人は思いがちなんですけど、各国にいる大使で特に全権大使っていう人がいるんですけど、領事とか大使って2種類いるんですけど、大使っていうのが1人だけいるんですけど、特任全権大使というのがどういう意味なのかっていうと、全権なんですよ。なので日本国はこうしますという判断ができるんですよ。なのでアメリカ大使が、特命全権大使がもう日本としてお前らと戦争するわっていうのを一応言ってもいいんですよ。言った場合に特に全権大使はいや言った以上は日本は戦争する気だっていう風にアメリカは受け取れるんですよ。で多分言った後に日本国に問い合わせをすると、いや本当すいませんと謝ってお前クビなって言って多分大使がクビになると思うんですけど、なので一応大体先進国のところはみんな特命全権大使が言ってるんですよね。全権なんで戦争って実は大使一人でできるんですよ。ハンガリーかなんかの大使がお前ら
らぶつぶつほらって言ったら、もうハンガリーと日本戦争になるんですよ。そういうことを言わない人が外務省の中でね、偉い人とか真っ当な人が大使になるので、今のところほとんどないんですけど、ただ似たような例として、国際連盟に昔日本が加盟してる時に、国際連盟に出ている大使の人が、もう国連なんか出てったのがお前ら役に立たねえよっつって、国連脱退を大使が決めて議場から出てったんですよ。で、まあ一応もともと日本政府とそこら辺の打ち合わせをしてたのかもしれないんですけど、打ち合わせをしてたのかどうかっていうのはいまいちそこら辺明確になってなくて、で、出てったっていうので、ただ国連から堂々と出てったのがかっこいいよねっていうことになって、その当時の日本の世論は大使偉いとなったんですけど、いやいや国連出てくかどうかを現場の職員が決めちゃダメでしょっていうふうに僕は思うんですよ。でもなんかそういう個人の権限でできることってあるので、今だと電話が通じるとかインターネットが通じるとかで、直接じゃあ日本政府の偉い人とやり取りをして現場の大使の人が判断して動くっていうのが今の時代であれば基本可能なんですけど、昔はやっぱり電話とかも傍受されたりとか、スパイ的な人に聞かれてたりするとかで、なのでもう直接政府とやり取りできないよねっていうので、もう現場の人の判断に任せるっていうので、行ってこいっていうのでやらせるっていうのは昔からあるんですよね。なのでフランスとドイツが戦争した時に、フランスとドイツの人たちがどういう条件で停戦をするかみたいなのも、もうその場の出てる司令官だったり大使とかがみんなでこうするって言ったらもうそうなっちゃう。でも決まったからもうここで停戦するしかないよねとかっていうのだったりするので、なのでなんだかんだ言って法律とか憲法がどうこうっていうのもまあ大事ではあるんですけど、現場の人で実は物事決められてしまうよねっていうのは昔からあんまり変わんないんじゃないかなと思います。日本は先の戦争からずっとアメリカの植民地だということを理解していますか？皆さん分かっていますか？緊急事態要項については話し合いが行われています。憲法に緊急事態条項が創設されたら全てが終わりです。その時はいろいろ知った上でパリに移住したんですよね。このまま日本が崩れていくのを酒飲んでヘラヘラ笑いながら見届けるだけなのでしょうか。日本のその自民党だったりが一生懸命憲法変えようって言っても、最終的には憲法を改正するかどうかは国民投票で決めることになります。なので国民が望むかどうかなので、別に僕は国会で憲法の話どれだけしてもいいと思うんですよ。草案こうしたいですとかっていうのは別にどんどん僕議論すべきだと思うんですよね。核を持ち込むかどうかっていう、核を持ち込むかどうかを議論すること自体がおかしいみたいな人たちがいるんですけど、別に議論は勝手にしたらって僕は思うんですよ。じゃあ憲法改正しますっていう時に自衛隊を軍隊として認めるかどうか、では自衛軍と名乗るかどうかっていうのは最終的にはもう国民の多数派が決めることなので、自衛軍がいいですとか日本軍がいいですっていう議論も僕別に勝手にすればいいと思うんですよ。結果がどうかで最終的な権限が誰なのかっていうのでいくと、憲法改正に関しては最終的には国民が権限を持ってるので、なので国民が日本軍っていうのは良くないよねと思うのであればならないので、別になんかそんなに気にしてもしょうがないんじゃないかなと思います。むしろその議論をしないということの方が僕は良くないと思いますよね。韓国の歴代の大統領はなぜ逮捕されたり自殺する人が多いのですか？3、4年ぐらい前まで韓国って元大統領が捕まったりとか刑務所入れられたりとか自殺したりっていうので、韓国ってなんか治安悪い国だよねみたいなイメージあったんですけど、なんか日本の場合って偉い政治家が悪いことしても捕まらないだけなんですよね。悪いことしても捕まらない国と、悪いことをした人はどんな偉かったとしても捕まえるっていう国だったらどっちがいいですかって考えると、あれ韓国の方がひょっとしたらマシだったんじゃねっていう気が若干はしてるんですよね。安倍首相が桜を見る会の前夜祭っていうのやったんですけど、前夜祭っていうのは安倍首相が主催したわけじゃなくて、参加者が1人5000円払って参加したんですって言ってたんですけど、参加者の人がいや5000円なんて払ってないよって言い出して、いやいやいやお前5000円なんて払ってないじゃん、嘘ついたやんっていうので説明に誤解がありましたみたいなことは言ったんだけど、ホテルの領収書出してよって言ったらそんなものはないみたいになって、ホテルの調理書出さないっていうので言い張ってるみたいなのがあって、秘書の方は略式起訴で有罪コースで、安倍首相も略式起訴になるのかなっていう感じです。本当に悪いことやったらやっぱりちゃんと正式裁判やった方がいいんじゃねえのって思うんですけど、日本はそういうのを選んだんだなと思います。上級国民っていうのが流行り言葉になったんですけど、一般の国民と上級国民で権利は違いますよっていうのがあるんですけど、ある程度の日本人の方って政治家が優先されるのは当たり前だよねって思ってるじゃないですか。政治家は優秀で日本で役に立ってくれている上級国民なので、政治家が優先するのはしょうがないよねっていうのを割と価値観として持ってる人は結構いると思うんですよね。そうするとじゃあ元総理大臣とかが悪いことしても刑務所行かないのは当然だよねっていう考えは少数派ではないんだろうなというふうには思ってたりします。韓国と北朝鮮はいつ南北統一すると思いますか？20
20年以内にはした方がお互いに得なんじゃないかなと僕は思っています。で、なぜそれを言ってるのかというと、中国が北朝鮮もしくは韓国に対して手を出し始めた時に、それに対抗しようとした時に、韓国は北朝鮮の核というカードを持ってないと対抗不能になっちゃうんですよね。韓国って在韓米軍基地を追い出したりとか、そこまでアメリカと仲良くない部分があるんですよね。一応仲良くしたいって言ってる時とかあれば、お前ら出てけって言ってる時もあって、政権によってちょっとそこの温度差はあるんですけど、とはいえ中国が手を出した時に、韓国だけではやっぱり勝てないんですよね。アメリカ助けてくださいっていう時に、トランプ大統領がアメリカの大統領になった場合に、いやーまあでも東アジアのことは東アジアでやっちゃってくださいよ。俺たち、あなたたちのために死にたくないですから。っていう人なんですよね。トランプ大統領って。なのでそうなると、自前で中国に対して対抗しなければならないという形になってしまうので、その時に北朝鮮の核があるかどうかっていうのは結構重要なんですよね。もちろん日韓米で合同訓練をやってますよ。バイデンさんの場合は世界の安定は大事だよねって言ってるんですけど、そうじゃない人が突然大統領になるかもしれない国なんですよ。っていうのがあったりするので、軍事力として核は大事だよねっていうところで、韓国も今経済そんなに良くないんですけど、北朝鮮と組むことで、北朝鮮の結構地下資源あるって言われてるんですよ。山が多い国なんですけど、山って掘ると希少資源が出ることが結構あるんですけど、そこら辺の開発のお金がないので、北朝鮮にどういう資源があるかっていうのがあんまり分かってないっていうのがあるんですよね。韓国と組んで、そこら辺の技術を入れて、北朝鮮の安い労働力で努力をする人たちっていうのを使うと、5年10年は統合にちょっと時間かかると思うんですけど、統合した後にめちゃめちゃ強い国になる可能性があるんですよね。西ドイツと東ドイツが合併した時にやっぱり経済悪くなったんですよ。東ドイツに足引っ張られて。でも今ではヨーロッパの中ではドイツは一番経済的に成功している国なんですよね。安くて努力をする労働者っていうのと高い西側の技術っていうのが手を組むとやっぱり時間が経つと強くなるよねっていうのもあったりするので、長期的には合併した方がいいよねっていうのは多分お互い分かってると思うんですよね。南も北も。なので20年以内にはやるんじゃないかなと思いますけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。